リサは、042933964230っていう数字について知っている？なんだその数字は？電話番号にしても、やや長すぎる気がするし。これは、少し前に話題になったものよ。おお、もしかして。また怖いやつか？そうね、怖いやつよ。怖いやつは苦手なんだが。でも、気になるから教えてほしいんだぜ。わかったわ。それじゃあ、今日は謎の数字について、解説するわね。お願いするぜ。事の発端は、アメリカよ。アメリカで複数の電話に、謎の留守番電話が残される、ということがあった。なんだそれ。なんかいきなり怖いんだぜ。そうね。留守電には、機械のような声で謎の英単語が、残されていたの。そして、最後に042933964230という番号が流れて、メッセージは終了するわ。それはダメなやつなんだぜ。そんなの自分の留守電に入っていたら、もう携帯の番号を変えてしまうんだぜ。その留守番電話の実際の音声がこちらよ。ちょっと長いから、最初と最後の部分だけ流すわね。Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra. 042933964230 Sierra, Oscar, Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra. おー。なんだこれは。なんか、よくわからない英単語を、言っていたぜ。その通りよ。一見、何の意味もない、英単語の羅列のように聞こえるわよね。そうなんだぜ。ちなみに、これが全ての単語よ。やっぱり、あまり意味があるようには、見えないんだぜ。そうよね。実はこれは暗号になっているの。暗号？どういうことだぜ？じゃあ、この英単語の頭文字を、並べてみるわね。なんか文章みたいになっているんだぜ。でも、英語だな。どういう意味だ？これを日本語に訳すと、あなたにとってそれは悲惨なこと。慎重に避難しろ。彼らは人間ではない。おー。やっぱり、何かのメッセージだったんだぜ。何か意味がいまいちわからないが、怖いんだぜ。そうよね。これだけだと、まだはっきりはわからないわね。そうなんだぜ。でも、人間ではない、ということは、宇宙人か何かが襲来するとか、なのか？ちょっとオカルトチックだぜ。まだ、この時点でははっきりわからないわ。急にこのメッセージが留守電に入るとか、怖すぎるんだぜ。ただ、少しツッコミを入れると、英語が苦手な人は、このメッセージが仮に本当でも絶対に助からないんだぜ。すみませんなんだぜ。ところで、この後はどうなるんだ？そうね。あとまだわからないのは、留守電の最後に入っていた、042933964230の数字についてよ。確かにそうなんだぜ。実は、この数字を URL に入れると、ある奇妙なサイトが現れるの。おお。なんかまた怖くなってきたぜ。そのサイトは真っ黒な背景に、意味不明な文字や数字が溢れているの。そして、真ん中には、意味不明な単語が並んでいるのよ。その単語がこれよ。なんか、全く意味がわからない単語だな。そうね、でも留守電の時を思い出してみて。留守電？もしかして。その通りよ。この単語の頭文字を抜き出してみて。すると、おお。って、どういう意味？直訳すると、あなたは追加されました。怖すぎるんだぜ。何に追加されたんだ？というか、暗号解いてサイト開いただけなのに、追加されるとか。本当にやめてほしいんだぜ。そうよね。このサイト映像は、この動画には載せないけど、実はこのサイト、まだ実際に見ることができるわ。数字を URL に入れると出てくるから、興味がある人は見てみてね。ただ、追加されるかもしれないから、気をつけてね。私は絶対に見ないんだぜ。ちなみに、このサイトの数字は、2014年にクアラルンプールから北京に向かっていた、マレーシア航空370便が、突如消息を絶った場所の座標と言われているわ。マレーシア航空370便は、1年以上も消息がわからず、1年後に部品と思われるものが発見されたけど、未だに何が起こったのか、不明なままよ。痛ましい事件なんだぜ。
でも、宇宙にある衛星で場所が特定できる GPS がある今の時代に、消息が不明になった、というのは、不思議なんだぜ。そうね、今は墜落した、というのが、公式の見解になっているけど、なぜそうなったか、などは一切わかっていないわ。話を戻すと、実はこのサイトの暗号の最後にも、英単語と数字があったのを、覚えている？そういえば、そうだったぜ。でも、これは何の文字列なんだ？実は、この文字列はある別の、謎の事件につながるの。謎の事件、なんなんだ？この数字を検索してもわかるんだけど、死刑だ3301。それはあの死刑だ3301か？その通りよ。死刑だ3301を知らない人は、詳しくは過去の動画を概要欄に貼っておくから見てね。ものすごく奇妙な事件なんだぜ。話を戻すと、この文字列は実は、死刑だ3301の PGP シグニチャーなのよ。PGP？ そういえば、前回の動画でも、解説してもらった気がするぜ。PGP は簡単に言うと、暗号化技術のことよ。使い方としては、メッセージなどが、特定の人からのものと、実証するために、使うの。死刑だ3301は、その存在が有名になったことで、偽物も増えたの。そのため、本物からの、メッセージと証明するために、PGP を使っているわ。そして、死刑だ3301の PGP が、なんと、7A35090F なの。ということは、このメッセージは、死刑だからなのか？その可能性は考えるわよね。ただ、今回の場合は PGP シグニチャー、としてではなくて、単にメッセージに番号が入っていただけよね。確かにそうなんだぜ。だから、本当に死刑だのメッセージかは、不明だったの。ただ、この話にはまだ続きがあるわ。042933964230の謎のサイトのソースを見ると、この音声が YouTube とリンクされていることがわかるの。その YouTube の URL がこれよ。この YouTube に行くと、こんな動画にたどり着くわ。そして、この動画では、またしても単語の音声が流れるの。その単語がこれよ。これはなんとなく見覚えがあるんだぜ。そうね、また頭文字を取り出すと。どういう意味だ？ SOS。それはあなたにとって悲惨だ。慎重に避難しろ。彼らは人間ではない。042933964230SOS。という意味になるの。なんか電話の時と同じような、メッセージなんだぜ。ただ、このサイトをもう少し詳しく調べると、今度は昔の SEO 対策で使われていたタグのメタネームを使った、暗号のようなメッセージが出てきたの。それがこちらよ。私には全く意味が不明なんだぜ。そうね、これを見ても普通の人には、意味がわからないわよね。実は、最後のシエラと ACDC ボールブレーカー、という文字を調べると、海外の ACDC が発売した、ボールブレーカー、というアルバムがあったの。そして、シエラの頭文字は、S で、これは7、セブンの S と考えられたわ。そして、アルバムの7曲目にヘイルシーザー、という曲が収録されていたわ。それがどうしたんだ？シーザーと聞いて、何か思い出さない？シーザーサラダ。そういえば、今日朝ごはんを食べてないから、お腹が減ってきたんだぜ。冗談だぜ。シーザーは日本語だとカエサル。もしかしてカエサル暗号か？その通りよ。そして、これをカエサル暗号で解くと、こんなメッセージが出てきたわ。どういう意味だ？意味不明な箇所も多いけど、文章の最後の方には、これはすべてデマ、という文章があるわ。ということは、これはすべて誰かのいたずらだったのか？と、普通の人は考えるわよね。もしかして、まだ続きがあるのか？そうね、すべてがいたずらとするには、少し奇妙な点があったの。このサイトのスレッドを見てみて。このスレッドの日付は、3月15日になっている。そしてこのスレッドでは、奇妙な電話がかかってきたことが、書かれているの。つまり、冒頭で話した、留守電の事件が起きていたのは、3月15日より前だと考えられるわ。でも、YouTube の動画が公開されたのは、3月20日だったの。そして、先ほどのサイトの開設日を調べても、3月20日だったの。どういうことだ？つまり、この奇妙なサイトと動画を作成したのは、留守電とは別の第三者の可能性がある。ということなの。つまり、もしいたずらだったら、
通は、サイトや動画を作ってから、スレッドに投稿するのでは、ということか？その通りよ。だから、サイトと動画は、スレッドに投稿された、謎の留守電の話を見て、第三者が作成した可能性があるわ。なるほどなんだぜ。でも、じゃあ、留守電は一体何だったんだ？実は未だにそれはわかっていないわ。そうなのか。なんか怖いんだぜ。留守電は誰がかけたのか、何を伝えたかったのかは、不明なままよ。人間ではない何かに気をつけろ。謎の数字。奇妙なんだぜ。もしかしたら、未来からのメッセージなのかもしれないわね。ということで、今回は以上よ。今日は怖さ半分、不思議半分で、面白かったぜ。今日紹介した、サイトを訪れるときは、自己責任でお願いするわね。ということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いできれば幸いです。